ローウォーズファンの皆様、おはようございます。つい先日、カーク信者のメインチームのカークが、念願のマックスステータスに到達しました。笑われてしまうかもしれませんが、ここに至るまでに費やした時間は1年7ヶ月で、これは自分自身でも想定以上のレベルアップの遅さだと感じています。カークのレベルアップ要素の中で、最後まで残っていたのが装備品になります。ここ最近は会の装備品のレベルアップを優先していたこともあり、カークの装備品が赤プラス2に到達してから、最後の6種類の装備を揃え終えるまでに、約5ヶ月間ほどかかってしまいました。赤色装備といったって、6種類の装備品を集めれば赤色プラス1になり、もう1回6種類の装備品を集めれば赤色プラス2になるんだから、ビビることはないんじゃね？つまり、1+1=2ってことですよね。算数工学の観点から見れば至って簡単に思えても、実際にエナジーを消費しながらキャンペーンマップで装備品の破片を収集してみると、これって無理ゲーだよ、と誰しもが思われたはずです。モバイル版のヒーローウォーズの場合だと、ヒーローの装備はオレンジ、プラス4がレベルアップの上限になりますが、ウェブパソコン版と Facebook 版のヒーローの最大装備は、赤色プラス2がレベルアップの上限になっています。赤色プラス1、赤色プラス2。低予算プレイヤーにとって、この3段階のレベルアップは本当に地獄の苦しみを味わうことになり、各段階の右下2つの装備の合成に至っては、いつになったら装備品の収集が完了するんだろうと嫌気がしてきます。これは想像以上に時間がかかるから、エメラルドを使って装備品を集めてしまう人の気持ちがわかるな。ステータスをマックスレベルまで育てた方が良いヒーローと、そうでないケースもあるヒーローの話をするよ。ヒーローウォーズに登場するヒーローにはそれぞれ役割があり、対戦相手に大きなダメージを与えるヒーローのことを、ダメージディーラー、DPS、と言います。これに分類されるヒーローとしては、物理攻撃系のヒーローだと、カークやヤスミン、魔法攻撃系のヒーローだと、ラースやサトリがその代表格になります。こういったダメージディーラーのヒーローのヘルスは低めに設定されているので、ダメージディーラーを敵の攻撃から守るために盾となるヒーローが必須となります。それらのヒーローはタンクと呼ばれ、アスタロスやオーロラがタンクに分類されるヒーローの代表格になります。このタンクと DPS の役割のヒーローを育成する際に注意すべきことは、すべてのレベルアップ要素が最大になっているかどうかです。ヒーローウォーズの場合、各ヒーローのステータスの数値が緻密に計算されており、ほんのわずかなレベルアップ不足でも、本来なら勝てる対戦相手に負けてしまうことがあるのです。これとは逆に、ヨルガンやカイの体力は、意図的に最大値まで育成しない方が、戦闘シーンで良いパフォーマンスを発揮することがあります。ヒーローのスキル発動は、敵から攻撃を受けた際の体力ゲージの減り幅、体力ゲージの減った割合に比例して速くなるため、体力のステータスの数値を最大値まで育成してしまうと、スキル発動が遅くなってしまいます。カーク信者の場合だと、カイの体力のグリフの育成を意図的にレベル40で留めていますが、これはカイのスキル発動の回数を増やすことが目的だからです。プレイヤーによっては、アーマーや魔法防御のステータスの数値を伸ばさないように工夫している人もいて、その目的も先ほどの説明と同じく、ヒーローのスキル発動を少しでも早くしたいからです。さて、話を元に戻しますが、カーク信者のメインチームのカークの育成が完全に終了したので、明日からはアスタロスとカイの強化に専念しようと思います。この2人のヒーローを赤色プラス2まで育成すれば、アリーナでかなり良い成績を残せるようになるはずなので、明日からの遊戯が楽しみで仕方ありません。アスタロスとカイの装備が最大になるのは、半年後かな？それでは、今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。